世界一面白いアクション RPG を作る。これを人生のメインクエストに掲げております。はい、高と申します。今回はですね、7月版の最新ビルドを用いて、実際にね、Steam の方でゲームの序盤部分遊んでいきたいと思います。ちなみにこれまだね、開発チームでしか遊べないプライベートな状態として Steam に置いているので、そこのところご了承ください。あと、こちらタイトルロゴも差し替え予定ですね。そもそも今作は主題と副題が逆になりますので、Rise of Rebellion、千葉のボラは竜の降るということで、メインのロゴの方にはね、Rise of Rebellion のアルファベットが主体となって入ってきます。そこにとあるデザインというかね、衣装が組み合わさるんですけど、その辺はちょっとロゴの仕上がりをお待ちください。さあ、というわけで始まりましたね。石造りの小部屋からスタートします。これ本当はね、地下につながる通路みたいなのがあって、そこから、主人公がここまで来たっていう感じにしようと思ってます。主人公的にはね、敵国の白ナっていうところに島を吸収されて、命からがら逃げてきたわけなんですが、地下通路を通ってね、逃走してきたと。で、ここまでたどり着いたという感じにしようと思ってます。主人公の目標としては、韓流の貼り付けと呼ばれているパワースポットを奪還することにあります。それが島全体を取り戻すための第一歩につながっていくという形ですね。こういった以上のバックボーンを、軽くね、説明するようなムービーをちょっとゲーム開始した直後に入れたいなと思ってます。この部屋で主人公が眠りから目覚めるみたいなイメージですね。とりあえずここまで逃げてきて、疲弊していた体力をね、一晩眠って回復させた後、さあ今から韓流の貼り付け取り戻しに行こうっていうような感じのムービーですね。さあ、プレイ前の前置きはこれくらいにして進んでいくと、とりあえずね、移動とかカメラ操作のチュートリアルが出てきます。左スティックと右スティックでの操作ですね。このゲームはダッシュが押し込み、左スティック押し込みの操作になってますね。この辺は一応オプションのですね、このゲームパッドのキーコンフィグのところありますので、押し込みのダッシュ嫌いな人とかはちょっとその辺入れ替えてもらって好きにカスタマイズしてもらえればなと思います。じゃあちょっと進んでいきますか。こっちの方にね、一応ジャンプで渡れる道があったりするんですが、なんかね、上の方にアイテムが見えるけど、とりあえず今は進めないという感じになってます。地味にジャンプのチュートリアルになってますね。一応ジャンプチュートリアルはね、他にももう一個用意してるので、この寄り道ルートはね、通らない人いても大丈夫な仕様になってます。では進んでいくと第一村人や第一兵士を発見ということで、最初の戦闘チュートリアルですね。ロックオンが右スティックの押し込みになっております。ロックオンした時に自動で抜刀してくれるようなシステムになってますね。そして戦闘時の基本アクションということで、今ちょっと Xbox コントローラーの表示になっちゃってるんですが、皆さん分かりやすいようにプレステのコントローラーで説明していくと、四角と三角が攻撃ボタン、それぞれ側撃と銃撃ですね。ガードが L1、回避が丸ボタン。で、ジャンプはさっき言ってた×ボタンですね。ということで非常にオーソドックスなボタン配置になってるかなとは思います。この辺ももちろんキーコンフィグ可能なので気に入らない場合はね、カスタマイズしていってください。そして最後にパリーの説明ですね。タイミングよくガードするとパリーに自動的に消化してくれるよというシステムになってます。じゃあちょっと戦っていきますか。一通りね、いろんな操作試していってみます。最初の雑魚的なんでね、この辺は好きに料理してくださいといった感じになってます。そしてここの扉は、施錠されていると。まだ通れないみたいですね。で、ここで意味深なオブジェがあるんですが、近づくと、どうやらね、アイテムとして拾えるみたいです。これ、翡翠のくさびというアイテムを入手しました。剣にくっついてたみたいなイメージですね。こちらのくさびですね、第一エネルギーメイが高濃度に充填されたくさびとなっております。武器にくさびを仕込むことで特別なアクションが可能となると。これがいわゆるこのゲームのメイナスの戦い方ですね。武器にくさびを仕込んで、そのエネルギーを使って戦ってますよと。そして新アクション登場です。ちぎり。R2 ボタンプラス×ボタンでちぎりですね。R2 をしながらの操作っていうのはね、大体こういったメイ関連、メイエネルギーを使った行動に割り当てられております。この後もね、R2 プラス四角とか R2 プラス三角、丸といった操作もね、出てくるんですけど、とりあえず最初の一つは R2 プラス×でちぎりですね。くさびを仕込んだ武器を地面に突き刺すことで失った体力を回復する儀式的行為ですと。卓越したメイナスは戦闘の中でも流れるようにちぎりを行うと。要は素早い回復アクションというところですね。一回やってみますか。こんな感じで。かなり素早く体力回復できますね。回復量もなかなか多くて、あとね、スキルを習得していくことによって、
どんどんね、特殊な追加効果もつけていくことができるので、回復アクションをね、マイナスからゼロに戻すみたいな価値で終わらせるのではなく、マイナスからね、プラスの域まで反転させるような、そんな感じの強い回復アクションとして、このちぎりというものを、使っていただきたいという意図があります。では進んでいきまして、第2兵士ですね、発見。ここで左上連撃という概念がチュートリアルされます。要はコンボ攻撃ですね。四角四角三角とかそういった操作で、ただ単にボタン連打するよりはこういう組み合わせた方が強い攻撃になりますと。そして左上連撃ね、間違わずに入力できれば初段から最終段までちゃんと連続ヒットするようになってますよと。これ長い方やりましょうか。三角四角四角三角ということで、最後は2連撃になってますね。途中で死にましたけれども。この雑魚敵に対してはオーバー火力ということで、これまた進んでいきますと、続いて地脈と呼ばれるスポットのチュートリアルが入りますね。いわゆるチェックポイントにあたるものです。フィールドに点在する地脈で休息を取ると、効力を失ったくさびにメイが充填されると。じゃあ実際に休んでいきますか。とりあえず、さっきのね、ちぎり、やっていきましょう。3回分全部使い果たしてね、ゼロになった状態でちょっと休んでみますか。これでね、またちぎりが3回マックス分使えるようになるという形ですね。あと、地脈のメニューからね、ファストトラベルだったりとか、あと、スキルツリー画面ですね、にもアクセスできるようになってますと。このゲームはね、結構アクションがちょっと複雑めっていうところもあるので、こういったスキルツリー画面ね、困った時は眺めてみて、操作の再復習したりだとか、新しいスキルを獲得することによってね、戦闘が大幅に楽になる可能性があるので、この画面眺めるっていうのはね、結構大事なことになってくるかなと思います。さあ、それでは洞窟の方を進んでいきますか。ここで新しいチュートリアルですね。アーツと AP ということで、青色のゲージで表示されているアクションポイントを消費することで強力なアーツを打つことができますよと。AP の方は通常攻撃、ヒットさせたりガードさせたりすることで回復していきますよと。そしてアーツ一つ目の紹介ですね。R2 プラス四角ボタンで地走りというアーツを打つことができます。第一エネルギーメイを体にまとわせ、回転とともに前方へ力強く放つと。極めてオーソドックスなアーツですね。スタミナが枯渇した敵に当てることで進化を発揮するということで、ちょっと気になりますね。さあ続いてオーバーヒートと地罰。スタミナ切れ状態の敵に地走りを当てた場合、その敵はオーバーヒート状態になります。オーバーヒート状態とは、メイがカボースを起こした危険な状態であり、直ちに解除しなければ地罰を引き起こすだろうということで、この敵でね、それをやってみろっていう感じのチュートリアルになっています。ただね、こいつの AI が普通の敵と同じやつにしてるんで、ちょっとね、結構頻繁に攻撃してきちゃうんですよね。この敵に限っては、もうガードでね、ガンガードで固まってるぐらいの、そんな感じの AI でいいのかなと思ってます。一応ジャストパリー取ってもね、一発でスタミナ切れ状態まで追い込めますので、それでもいいんですが、やはりね、最初の1回目なんで、こいつはガンガードで固まってるぐらいで、いいかなと思います。ちょっとジャストパリ取ってから地走り打ち込んでみますか。というわけでスタミナ状態の敵に当てると、こんな感じですね。オーバーヒート発生して、そいつのところに地罰が発生しますと。さあ、また同じタイプの敵ですね。ここでね、さっき僕ちょっとジャストパリっていう風に口走っちゃったんですけど、ジャストパリのチュートリアルはここが初出でしたね。さっきの敵はやはりガードの上からね、通常攻撃でスタミナ削っていくっていう立ち回りでするのが自然な流れになるかと思います。銃撃という概念が敵にもありますよと。白い閃光を伴う銃撃はガードするとスタミナを大きく消耗します。銃撃に対してはパリーが有効であると。そしてさらにここでジャストパリーというものですね。敵の攻撃方向に L スティックを倒しながらパリをすることで、敵の攻撃の勢いを利用して、体勢を崩すことができますよと。さらにジャストパリー後に攻撃ボタンを押したら強力な反撃へ派生しますよということになっています。ちょっとやってみましょうか。これだと通常のパリっていう感じですね。これがジャストパリになります。今ね、右斜め下から敵が銃撃してきたと思うんですけど、斜めの場合はね、右でも下でもどっちでも OK っていう、結構ガバガバめな感じにしてあるので、なかなか気持ちよさ重視のやりやすいアクションに仕上がっているかなと思います。さ
さあ、こいつを倒して進んでいきますと、ここで初めてですかね、拾えるアイテムがあります。高明石ということで、第一エネルギー名を少量含んだ岩石。非常に脆く砕くことで体力がごくゆっくりと回復すると。これが、ちぎり以外の雑多系の回復アイテムという形ですね。そしてアイテムショートカットの説明があります。十字キーでね、ショートカットに設定してアイテムをすぐさま使えるという感じ。で、ここでね、一応インベントリからちょっと設定しておくんですが、この最初の1個に関してはね、自動でショートカット登録された方がちょっと優しいかなっていう気がするので、あるいはショートカットに空きがある場合は自動でどんどん設定されていくっていう感じにした方がいいかなとちょっと思ってます。さあ続いて背後攻撃のチュートリアルですね。こっちの存在がバレてない場合は背後から大ダメージ与えれますよということで、実際にやってみますか。こんな感じで一撃でキルできますと。さあどんどん進んでいきまして、向こうの方にね何やらアイテム見えますが、ちょっと今回はスルーしていきましょう。さあそして洞窟内部開けたところ出てきました。敵が結構歩いてますね。うまいこと背後取れそうでしょうか。とギリギリ気づかれずにいけましたね。危ない危ない。さあそして先ほどスルーしてたんですが、ここの扉ですね。こっち側から開いてショートカット開通という形になってますね。さあそしてはしご登っていきまして、しっかり引きつけてね、広いところで戦った方が安全かもしれません。さあ、なんやかんやあって最初の地脈のところまでぐるっと一周してきましたね。ここで一旦休息しておきます。さあ、それでは再びのジャンプチュートリアルを超えてどんどん進んでいきますか。おっと、何やら強そうな敵がいますね。初見の敵ですが、ここで新しいチュートリアル、再撃のチュートリアルですね。今度は赤い線香を伴う再撃というものがあって、そいつはガードやパリをすることができませんと。つまり回避しましょうねという攻撃になっております。この回避に関してもジャスト回避というものが用意されてますね。敵の攻撃方向に合わせて回避ボタンですと。ジャストパリと同じように強力な反撃へ派生できるようになっております。さあ、パリしながら、うまいことね、ジャスト回避もしていきましょうという感じになってます。ちょっとジャスト回避狙っていきましょうかね。せっかくなんで。おっと、体育されたな。というわけで、これで大体戦闘の基礎チュートリアルが完了という形になりますね。ここですね、分かれ道になっておりまして、まっすぐ進むと教会内部に進んでいく道。で、右の方行くとね、崖下降りていく探索ルートあるんですが、体験会のイベントではね、ここの教会のドア開けておく予定なので、そのままボスに直行して挑むことができると。で、探索楽しみたい人はこっち行ってくださいみたいな。攻略かボス戦か選べますよみたいなね、メッセージをちょっとこの辺に出しとこうかなと思ってます。製品版ではね、ここのドア、鍵が閉まってて、別のとこから入らないといけないよという感じに仕上げようと思ってます。別のとこっていうのはこの右のね、崖下ルート進んでいくと、たどり着くことができるというような形になってます。というわけでね、今回は序盤のゲームプレイ、実際にプレイしながら紹介してみました。何かね、気になるところとかありましたらコメント欄でぜひ教えてください。では今回この辺で終わりたいと思います。また来週もよろしくお願いします。